Hi everyone! Today, my mother, who has been a home chef for 40 years, will be making the classic Japanese dish, nikujaga! Woohoo! I'm drooling already. Alright then, let's go and take a look! Woo! This is a good day as any.肉じゃがはメインにもなるし、メインのおかずにもなるし、副菜にもなるんですけど、今日はメインの肉じゃがでいきたいと思います。我が家のメインの肉じゃがは牛肉を使います。味噌汁とご飯も一緒にいるので、味噌汁のお出汁を取って、そのお出汁を使った肉じゃがを作ってみたいと思います。お出汁はまずお湯を沸かしてカツオを入れるんですが、カツオっていうのはグツグツ煮出すとこのお出汁がせっかくのお出汁が濁ったりするので、まず沸騰させたら火を止めてからカツオをわっと入れます。で 1,2 分したらこして、そうすると黄金色のお出汁ができます。お出汁を取るにはいろんな方法があって、前回昆布とカツオを冷蔵庫に一晩入れたのを使ったんですけど、今日はお湯で花カツオの出汁を作ります。その他にもうちょっとこってりしたしっかりしたお出汁が欲しい時は、こういう厚削りっていうのもあります。これはカツオ、これは昆布、これはアゴっていうようにそれぞれの好みの味を出すことができます。でそういうのをいろいろミックスしたので、今こういうパックになったのがあって、お湯にこれを入れるだけでできます。お湯を注ぐだけでお味噌汁ができるっていうのが結構いろいろありまして、これ八丁味噌、これは豚汁、豚肉が入ったやつですね。で何しろ一番私がおすすめしたいのはこれです。この揚げナスは最高です。お湯を注ぐだけでなんか一流料亭の味噌汁の味が楽しめます。さあそろそろお湯が沸騰してきたのでいきましょう。火を止めて、ここにカツオをドバ、自然に水に馴染んでいきます。これをこします。ガーゼです。ここでこれをぎゅーっと絞ってしまうと苦みが出たり汁が濁ったりするので、これはそーっと持ち上げてポイッと置きます。そうすると黄金色の出汁ができます。今日は男爵を使います。関西ではメークインをよく使います。玉ねぎ大きければ1/2、このくらいだったら1個でいいと思います。人参も大きければ1/2、これだったら1本でいいと思います。牛肉をだいたい150から200ぐらい、白滝はこんにゃくからできています。これを少しこんな感じです。最後に青みのインゲンを使います。では行きましょう。じゃがいもの芽と青い部分は毒なので、ここの芽をまず取ってこそぐように取ります。そうしたら取ったらもう剥いていきます。でじゃがいもは使う前にちょっとお水にさらします。ポトン。このスライサー優秀です。いいですか？いきますよ。さっ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 さ。ツヤツヤが残るんですよ。人参は乱切りでこんな感じで。玉ねぎこれは小さいので1個使います。よいしょ。この薄皮がね、取るのがね大変なんです。年取ると。はい、ありがとう。玉ねぎはこんなくし切りみたいな感じ。お水につけておいたじゃがいも5分ぐらいつけておくとアクも抜けていい感じで、じゃがいもはちょっと大きめに切ります。お湯が沸いたので塩を少し入れてインゲンを入れます。これはしばらく茹でて後で使います。まず鍋に火をつけます。鍋が温まってから油を引きます。よく使うのがこの米油です。これは米ぬかから作られています。ずっと日本人はお米食べてたんで、お米は腸にいいのではないかと思います。でよくなじませて、なじんできたらお野菜を入れます。お野菜を入れてサラダ油でこう炒めてから煮た方が味が染み込みやすい。ズバ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 。これで油をちょっとなじませます。インゲンが茹で上がったので水にさらすことによってこの青さがきちんと残るので、こんな感じでこれを後で散らすととっても綺麗です。さてこっちよーくなじませます。
だいたい玉ねぎがちょっとしんなりして透明度が出たぐらいかな。さっき取ったお出汁が400ぐらい。砂糖大さじ2杯なんだけど、うちはちょっと少なめに。醤油大さじ2杯。調味料はさしすせそっていう、さしすせそっていう順番があって調味料を使う。最初は砂糖、しは塩、すはお酢のことで、せは醤油、そは味噌。こういう順番に入れると味が染み込むっていうのは、砂糖はだいたい塩のね6倍ぐらいの分子が大きい。だから味が染み込みにくい。だから最初に使う。でこの辺は風味が飛ぶでしょ。醤油の大豆の香り、味噌も。だから最後に使うという。今度はみりん。みりんが美味しい。テカリが出る。2杯弱。で最後酒。これは料理酒でもいいです。まあこんな感じでタラタラタラと煮ましょう。そうするとアクが出てくる。苦味とかそういうの。このくらいになったら牛肉をなるべく広げながらっていうの固まっちゃう、キューッとなっちゃうので、これ牛こまです。今日この音がいいのよね。グツ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 。火をここで強火にすると沸騰したのがこう中へだんだんここへ固まってくる。こんな感じ。これアク、こういうのをちょっと取ってあげる。これが一応アク取り作業。グツグツにできたので白滝を入れます。落とし蓋。これは、キッチンペーパーみたいなのでもいいし、あとうちはこれといつもの木蓋をこうやって使ってます。あとたまに私の大好きな豚ちゃん。これも実は落とし蓋なんです。豚だけに落とし蓋。そういうことね。はい、熱いよ。うちは取りやすいようにこれにします。で弱火にします。7分から8分これで中火で煮ましょう。そうしたら冷ます。で冷ますことが大事。冷ますことで味が染み込む。でその冷ます加減は鍋が手でこうきちんとあちってならない。ギュッと触れるぐらいまで冷ますと味がスーッと染み込む。で食べる直前にもう一度火を入れて温める。お米を研いで、なんとここへ溜めます。洗い物のね油がよく落ちるの。米ぬかが入る。白米の場合は白いご飯なのでお水が透明になるまで研ぎます。で本当はこれ5分ぐらい15分ぐらい置いておくのがいい。でその後でここに入れてお水入れて、それでまた15分ぐらい置いてから炊き始めると美味しいご飯ができます。残っただしを取ったかつおを使った副菜いきます。キャベツをこの柔らかい部分使います。お塩、このぐらい。そうしたら今度きゅうりも、はい、これにもちょっとだけ塩を振っておきます。ちょっとこう塩手で揉んで、まずちょっとしんなりしてきたキャベツをギューギュープタプタプタと、さっきお出汁を取ったかつおです。プル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 。そこへちょっと彩りとして、これカニカマって言います。カニかまぼこ、感じでしょうかね。ちょっと入ってると綺麗。これだったら2杯ぐらいでいいですよ。ピュッピュッとお醤油。これを混ぜるだけです。しばらくすると味がなじむと思うので、このまま置いて冷蔵庫に入れておきましょう。お出汁を取った後の鰹節です。はい、肉じゃがが味が染み込むまでちょっとお時間がかかる。じゃば、鰹節、細かく切った鰹節をフライパンにのせて、油も何も引いてません。
水分を飛ばします。かつおの焦げないように木べらで混ぜながらと一強醤油もみりんもだいたい醤油と砂糖11だとみりんは半分ぐらい味を染み込ませます。ここにごまを大さじ1。よし、これでごまのふりかけ完成。プランターに種をまいた水菜がずいぶん成長してきたので、これを味噌汁に入れたいと思います。洗いました。ピュッピュッ。これお出汁が染みた揚げです。お揚げさん。さっき取った黄金のお出汁です。お味噌は米、麦、豆、お魚料理だったら白いのを使って、普段はこの辺のミックス。ちょっと煮込むときはこの赤いのを使ってます。強火で温めて具をさっと入れてから火を止めてお味噌を入れるので。見て、この辺かな。はい。ではお味噌を入れます。肉じゃがができました。お味噌汁ひっくり返します。ご飯、これはうちのぬか漬けです。お米のこのぬかで作った。ぬかって米をこれを精米した時に出る。だからこれでお野菜の水分がいっぱい出たらまたこのぬかをこうやって足してまたつけれる。中にこうやってつけときます。だいたい一晩ぐらい。どうぞ召し上がれ。じゃあ、いただきます。この振り方、いけるね。ありがとう。Oh, yeah. This is so tasty. うん。うまい。美味しいです。ありがとう。So, how did you like nikujaga? If your mouth is watering now, please make it at home. And now for an important announcement. I'm making a new channel for my mom. Whew! And the name will be Samurai Mom. I never told you, but my mother has not only the title of being a homemaker for over 40 years, but also an intriguing background. She's skilled in dressing in traditional Japanese kimono, a teacher of preserved flower arrangement, and has designated ears to learning the art of the tea ceremony, ikebana, and pottery. And yeah, she has a lot of experiences. So I want to create a channel which my mother can share happiness with the world through her knowledge and experiences. But to be honest, my mother is super shy and doesn't seem to want to become too famous. She always says ordinary is the best. Yeah, that's my mom. However, when I passionately argued, "Hey mom, let's preserve the wonderful experiences of your life. People around the world are eagerly waiting for your cooking," she finally agreed. Since I can only film when I visit my hometown, there might be a few videos every 3 months or so. But gradually, I want to share mainly my mother's experiences and knowledge with you. So, please subscribe to the channel. I'll put the link in the description. Although I may not have much influence, I want to make this world a little happier while I'm alive. Well then, let's meet in the next video. Bye bye!